こんにちは、ミナントラです。今日はですね、東京開催のゴールデンカムイ展行ってきたということで、ネタバレをたくさん含めた、レポートをしたいと思います。ネタバレがすごいので、見たくない人はブラウザバックした方がいいかもしれません。はい、どうぞ。まず場所なんですけれども、東京ドームシティで開催されました。都内については、開催時期は2022年4月28日から6月26日日曜日までの開催ですね。ギャラリーアーモという場所で開催されました。で、気づいている人が多かったのかわからないんですけれども、ドームシティのこの開催されている会場以外にもですね、ゴールデンカムイの動物が隠れていたりしました。で、そのドームシティの中にはレストランや遊園地などもあるので、とても充実しています。ゴールデンカムイ店に来たついでにテーマパークも、遊んじゃおうみたいなこともできるという最高のロケーションだったと思います。私も、帰りにパンを買いました。私の事前準備ですけれども、アニメは放送されているところまで、ゴールデンカムイを視聴していて、あとですね、ちょうど最終話が出た頃までには、ゴールデンカムイの漫画の方をですね、アニメの方で放送されてないところから最後まで読み切りました。だったので、必要な予習はできたかなと思います。このゴールデンカムイ展は公式も言ってるんですけれども、アニメが放映されていない部分も出てくるというのは、表示していましたので、そういった部分は気をつけていただきたいですね、アニメ派の人は。で、チケットですけれども、チケットは事前入手で、スマホで購入時に届いたメールの中のチケットの QR コードを見せて入ります。で、昼以降の列は入場の際に列がすごい長いと聞いていたんですけれども、私は休日の朝行きましたが、そんなことはなかったですね。まあ列はもちろんありましたが、それほど待たなかった。15分から25分ぐらいかな、待ったのは。11時ぐらいに確か私の、待ち時間、その行く時間になってて、ぴったり行きました。早く行き過ぎても並べないみたいなので、ちなみにグッズもそんなに並ばずに入れました。まあ早かった、もしかしたら他の人より早かったかもしれない。見るのは。撮影は OK な部分が多かったです。ですので、このビデオでもいくつかご紹介したいと思います。で、展示内容なんですけれども、まずはキャラ紹介ですね。ここにも、公式サイトにも書いてあるので、詳しくは見ていただければわかるんですけれども、これですね、第一ゾーンで近海争奪戦の開幕っていうキャラクター紹介ですよね。こういうベルセルクの展示会の時も思ったんですけれども、まず最初に主要人物の生い立ちとそれに関連するグッズとかが展示されていました。あとは、あれですね、原稿のところですね。多分ゴールデンカムイは原画展というわけではなかったと思います。多分デジタルで描いてらっしゃると思うんですよね。特に手で描いたような痕跡が見つかったというわけではないです。ですので原画派の人にとっては、ちょっと思っていたものとは違うと思うかもしれないですね。でももちろんゴールデンカムイのファンの方なら絶対行った方がいいと思います。人が多いので本当に最初は休んで見ていられません。最初のこのキャラクター紹介の部分が特に一つ詰まってました。第2のゾーンは24人の入れ墨囚人ということですけれども、争奪戦の開幕のところで主要人物のキャラクターのこういうものをつけていたんじゃないかっていうね、レプリカが実際に作られていました。例えば主人公の杉本の帽子とか味噌の入れ物とか武器とかすごくリアルで、こんな形で作られていたんだなって思いました。個人的に印象的だったのはキロラン家の武器ですね。白樺の木で作られてるらしいんですけど、コメントがあった通りキロラン家が作ったばかりということで白いナイフということになっていて、使い込むと色が黒くなるって書いてあって、なるほど、そこまで考えてるんだと感動しました。サーベルがあったりとかもして、恋と勝利の、あとは天井も見るとたまになんですか、これはね、網走監獄行った人ならリアルにわかるんですけれども、天井にちょっとねぶら下がってるネタがあるんですよね。北海道の現地の網走監獄に行くと実際に天井から逃げた人がいるんですよ、歴史上。その人のレプリカが網走監獄にあるんですけど、その同じような絵がですね、白石が逃げている絵が天井に引っかかっていたりして、それが面白かったです。
でですね、24人の入れ墨囚人のところについては指名手配みたいな形でそれぞれの囚人の情報が貼られていました。すごいおしゃれでね、レイアウトがおしゃれでしたね。で、ゴールデンカムイ店は凝っているなって思いました、本当に。その後は命を継ぐ者たち第3ゾーンでホームページ上には書かれていますけれども、これに関して文化的な感じで、どっちかというとゴールデンカムイ展というよりゴールデンカムイ関連の博物館のような展示でしたね。その時のご飯のレプリカとか、目の肥いたご飯のこんな風に作られていたんだよみたいなやつとか、チタタプのレプリカいいですね。面白かったです。博物館ぐらい情報多いなって思いました。アイヌのバックグラウンドとかも紹介されていて普通に知識として勉強になる展示もありました。で、第4ゾーンそれぞれの役目ということで、作中での大きな戦い時系列に並べたイラストで追うというシーンですね。この展示すっごいおしゃれ。もうレイアウトがおしゃれなんですよ。ゴールデンカムイの作品が好きな人はもうテンションがぶち上がりだと思います。この展示の部分に関しては特に鶴見さん、鶴見注意が好きな人はもうテンションぶち上がりだと思います。おしゃれなんですよね、もうすべてが。で、カラーイラストも見れたりして、見るのがこの黄金色名画廊っていうところですね。すごいおしゃれで、なんか1枚持ち帰りたいなっていうぐらいおしゃれでした。もうどこの写真を撮っても絵になるっていうか、まあ絵なんですけど絵画のコピーとか売っていたら買う人多かったんじゃないかなって思ったりしましたね。その後、アンドモアとなっていますけれど、このアンドモアのところはですね、ネタバレしますと、最終話に向けての原稿の紹介がされていました。写真は撮影できなかったんですけれども、まあ目に焼き付けてね。焼き付けました。このゴールデンカムイの作者は、本誌と単行本にする時とですごい書き込みをつけるっていうことを聞いていますので、これ私が見た原稿からどんな書き込みがされるのかな、ちょっと気になりますね。で、まあ、グッズですよね。気になるところといえばグッズ、私も買いました。グッズに関してはこの2つですね。死んだ気になって勉強しろ、ロシア語を勉強しろノート。可愛くないですか？個人的にロシア語勉強してるので、これは買わなきゃと思って実は5冊買ったんですよ。一人で買える購入制限のマックス。でも冷静になってからちょっともったいなくてきっと使えないなと思ってちょっと譲りました。手元にあるのは1冊のみとなります。で、私が行った日はですね、実はゴールデンカムイ店に行った人はミニ色紙が実はもらえるんですけれども、私が行った日はアシリパですね。これすごい書き込みすごいなと思います。嬉しい。サイズもちょうどいいよね。曜日によって、キャラクターが違ったと思います。なので事前にですね、欲しい色紙がある方は調べてからチケット買うのを選んだ方がいいと思います。グッズに関しては本当にたくさんあって、ホームページを見ればですね、書いてあるんで、紹介は全てしなくていいかなと思っています。まあこんな形でですよね、たくさんありますね。クリアファイルとか、ポストカードとか、チケットファイルとか、マスキングテープとか。いや、面白いものたくさんありますよね。ポチ袋、デザインアートボード。で、これすごいなと思ったんですよ。お湯注ぐ前は色が黒いのに、お湯を注ぐと絵が出てくるんですって。すごくないですか、これ。面白い。キラキラしてる。鶴見注意です。白石スタンプとか。いやもうネタのグッズたくさん売られていて、さすが求められているもの分かってるなって思いました。鶴見注意の脳みそのグミとかいろいろあります。その他ゴールデンカムイ店では火曜木曜に白石鶴見ナイトなるものが開催されていました。その日に行くと鶴見注意とか白石のランダムでお面がもらえて、それをつけながらゴールデンカムイ店を楽しめるっていうイベントですね。鶴見注意とか白石のファンは絶対この日を狙った方がいいと思います。できるならね。で、客層でしたけれども、やっぱりお姉さんが多かったですね。惜しい男の人たちが出てくる作品。だからなのかな、わかんないけど。あと男性の方はこういうキャラものの展示会とかはそもそも興味というか、が女性の方に比べて薄いのかなと思ったりしましたね。こういうグッズを買いたいという方はぜひ行くことを強くお勧めいたします。以上が私のゴールデンカムイ店のイベントレポートでございました。いかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。
今後も見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。